第1、第2、第3正規化。おはようございます。マサールです。今回はデータベースの分野から第1正規化、第2正規化、第3正規化について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。令和6年問い81。一つの表で管理されていた受注データを受注に関する情報と商品に関する情報に分割して正規化を行った上で関係データベースの表で管理する。正規化を行った結果の表の組み合わせとして最も適切なものはどれか。ここで同一商品で単価が異なるときは商品番号も異なるものとする。また発注者名には同姓同名はいないものとする。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえの選択肢が正解です。それでは解説していきます。正規化とはデータの矛盾や重複を排除してデータの維持管理を容易にすることを言います。正規化には第1正規化、第2正規化、第3正規化の3種類が存在します。IT パスポートの範囲ではあまり詳しい話は出てこないかもしれませんが、この正規化を知っておくと問題が解きやすくなると思うので、それぞれの正規化について知っておきましょう。まずは正規化されていない表をご覧ください。学生 ID1 番の太郎さんが東京に住んでいて、科目1が数学、科目2が英語、科目3が物理、このような選択をしていることがわかります。この表では各学生に科目1から科目3の複数の情報が紐付いていることがわかります。このように一つの行に複数の情報が紐付いていることを繰り返し項目と言います。第一正規化ではこの繰り返し項目がなくなるように整理することを言います。右の表は第一正規化をした表です。学生に紐付いていた複数の科目の情報をそれぞれ1行の情報にすることで繰り返し項目がなくなっています。これが第一正規化です。次は第二正規化です。第二正規化は情報を整理して重複を減らしデータを管理しやすい状態にします。第二正規化はこちらの家電注文表を使って説明します。この注文表はすでに第一正規化されている状態です。まずは顧客名を見てみてください。田中さんが複数存在しますよね。同じ情報が存在することを重複と言います。重複している表では、例えば田中さんという顧客名を吉田さんに変更しようとします。その場合、表の中の複数の箇所を修正する必要があります。これでは管理しにくいですし、修正漏れが発生してしまう可能性があります。そこで第二正規化を行います。第二正規化は重複のない状態にします。第二正規化した表を見てみてください。注文表を分割して顧客表ができています。こうしておけば田中さんの名前を吉田さんにしたい場合、顧客表の田中さんを吉田さんに修正するだけでよくなります。重複がないと1行だけ修正すればよいのでデータが管理しやすくなりますよね。次は第3正規化です。第3正規化はデータ同士の無駄な関係をなくします。例えば注文表を見てみてください。注文表では商品名と商品価格の情報が一緒に管理されていますよね。第3正規化はこのようなデータ同士の無駄な関係をなくす作業です。第3正規化では注文表を注文表と商品表に分割します。このように表を分割することによって、例えば商品価格を変更したいときに商品表の該当の行だけを更新すればよいので管理が楽になります。まずはここまで正規化についてお話ししました。正規化のイメージができたら今回の問題の見え方も変わってくると思います。では今回の問題を見直してみましょう。今回は受注データの表を正規化した場合の組み合わせとして最も適切なものを答える問題です。選択肢を見てみると受注データを正規化して2つの表に分けているようです。
この時の2つの表は受注に関する情報と商品に関する情報に分割しています。では、あの選択肢から見ていきましょう。あの選択肢は個数が商品番号表にあります。この個数は商品の受注個数を表している情報なので、受注番号表で管理すべき情報です。よって間違い選択肢だと判断することができます。次の選択肢「い」も同じく商品番号の中に受注個数があるので間違い選択肢です。「う」の選択肢は受注番号表に単価の情報があります。単価は商品に関する情報なので商品番号表で管理すべきです。よって間違い選択肢です。以上を踏まえて正解は「え」の選択肢です。受注に関する情報と商品に関する情報、きれいに分割できていますよね。それでは次の問題です。令和5年問い59。関係データベースで管理された会員管理表を正規化して店舗表、会員種別表および会員表に分割した。会員表として適切なものはどれか。ここで表中の下線は主キーを表し、1人の会員が複数の店舗に登録した場合は会員番号を店舗ごとに付与するものとする。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえの選択肢が正解です。それでは解説です。この問題も正規化の問題でした。今回は会員管理表を正規化して店舗表と会員種別表、そして会員表の3つの表に分割します。店舗表と会員種別表はすでにできているので、もう一つの会員表を作る必要があります。まずはすでに提示されている表でどのような情報が整理されているのか確認しておきましょう。もともとの会員管理表の店舗コードと店舗名の紐付きが店舗表で管理されて、会員種別コードと会員種別名が会員種別表で管理されていることが分かります。残っているのは会員番号と会員名ですね。では各選択肢を見ていきましょう。あの選択肢は会員番号と会員名です。一見これで良いように思えますが、あの選択肢だと会員管理表で管理した情報がバラバラになってしまいます。つまり表を分割しただけでそれぞれの関係性がなくなってしまいます。これから作る会員表は元々の会員管理表を正規化するので、会員管理表で管理された情報の関係性を維持する必要があります。よってあの選択肢は間違いです。次の選択肢「い」も同じ理由で間違いです。「い」の内容で会員表を作ると、会員種別の情報は関係性が維持されますが、店舗の情報の関係性が維持されていません。次の選択肢「う」は店舗の情報の関係性は維持できていますが、会員種別の情報の関係性が維持できていません。よって「え」の選択肢が正解です。この問題のポイントは、元々の会員管理表がどのような情報の紐付けを管理しているのかを理解することです。元々の表の関係性を維持して、その上で正規化して表を分割する必要があります。「え」の選択肢では先に提示されている店舗表、会員種別表、2つの関係性を維持して分割できているので正しい選択肢だと言えます。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はデータベース分野に関連してデータサイエンティストという職業についてお話ししたいと思います。データサイエンティストとは、データから価値を創出しビジネス課題に答えを出すプロフェッショナルのことを言います。例えばオンラインショップを経営しているとして、どの商品がこれからよく売れるのかを知りたいという課題があるとします。データサイエンティストはデータを集めて分析し、どの商品がこれから売れる可能性が高いのか予測を立てます。データサイエンティストがどのように予測を立てるのか、基本的な流れを見ていきましょう。まずはデータの収集です。企業の売上データ、顧客の行動データ、ソーシャルメディアのデータなど
さまざまなデータを集めます。その後データを整理します。集めたデータを整理して分析しやすい形に整えます。その後データを分析します。統計や機械学習の手法を使ってデータを分析し、傾向やパターンを見つけます。その後インサイトの抽出を行います。インサイトとは重要な情報のことです。例えばどの顧客が次に購入しそうとか、どういうキャンペーンが効果的かなど、消費者の行動などを導き出します。その後得られたインサイトをレポートやグラフにまとめて関係者に分かりやすく説明します。そして最終的には経営者や他の部門がデータに基づいた意思決定ができるようにサポートを行います。今後は AI の活用が進むと考えられており、データサイエンティストはデータ分析のプロフェッショナルとして需要が高まると予測されています。それでは最後に復習です。令和6年問い81、一つの表で管理されていた受注データを受注に関する情報と商品に関する情報に分割して正規化を行った上で関係データベースの表で管理する。正規化を行った結果の表の組み合わせとして最も適切なものはどれか。ここで同一商品は単価が異なるときは商品番号も異なるものとする。また発注者名には同姓同名はいないものとする。正解は絵の表の組み合わせが適切な組み合わせです。受注に関する情報と商品に関する情報に分割するという部分がポイントです。次の問題、令和5年問い59、関係データベースで管理された会員管理表を正規化して店舗表、会員種別表および会員表に分割した。会員表として適切なものはどれか。ここで表中の下線は主キーを表し、1人の会員が複数の店舗に登録した場合は会員番号を店舗ごとに付与するものとする。適切な会員表は絵の選択肢です。元々の会員管理表をどのように分割するのか、そして分割した時にもともと管理できていた情報の関係性が維持できているのかを考える必要があります。少し難しい問題だと思いますが、ゆっくり考えてみてください。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。